こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨ブロックチェーン界隈のポジネガ、パンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連では、カナリキャピタルがヘデラの現物 ETF の S1 を申請しています。ヘデラの ETF 申請はこれが初ということで注目されてますね。ヘデラの価格も BTC 建てでプラス 15.2% と反応しています。アルト ETF の申請に関しては、このカナリキャピタルがいつも先行しているイメージがありますね。こちらも他あると ETF 同様ですね。承認されるのか注目ですね。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でプラス 0.39 億ドルの純流入となっています。ブラックロックの公開が遅れてますが、全体的にしぼんだ印象がありますね。で、イーサも現時点ではかろうじてプラスとなっています。香港はまだ更新されてませんね。ビットコインの価格は現在87,600ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、雇用統計、ドイツユーロの景気感指数などがありました。いずれも予想を下回る結果となってまして、市場はポンド安、ユーロ安、米ドル高という展開となっています。米金利が上昇して、米株各指数は調整となっているんですけども、ビットコインは単独で強くなってまして、再度9万ドルの攻防に向かった形になりました。リスクオン資産という面に加えてですね、インフレヘッジ通貨として意識されてきたみたいな見解もありますね。米国債金利は 4.433 を推移しておりまして、ナスダックが 21,070、S&P 価格が 5,983、ダウ平均が 43,910、キングゴールドが 2,611 ドル、日経平均が 38,958 円、ドル円が 154.82 円となっています。個別株の方では AI 系企業のジーニアスグループが準備金の 90% をビットコインにすると発表したことが話題になっています。これを受けて株価も 0.6 ドルから 1.5 ドルに上昇してまして、一時約プラス 150% を記録してますね。ビットコインのデリバティブの方では先物ベースレートが7ヶ月ぶりの高水準に達したこと、また12月27日満期のオプションが9万ドルから12万ドルのコールに集中していることが注目されてまして、市場は未だ強気であると見られています。先物の方では OI は全体でプラス 0.33%、額としては531億ドル相当、ロングショートともに多めの生産が走ってますね。比率としては全体ではショートが 51.9%、バイナス意味はショートが 57.1% と下寄りになっています。今後の指標としては11月13日に米 CPI、11月14日に米 PPI、米新規失業保険申請件数、11月15日にメキシコの中銀政策金利、中国と米国の小売売上高などが控えております。他アナリストの見解ではですね、10万ドルに達するかではなく、いつ達するかが問題だとか、あとは12万ドルも視野に入れなければいけないとか、あとは米国の景気後退に合わせて約200日後、来年5月あたりにピークを迎えるんじゃないかというですね、ドゥロスラブス、スタンダードチャータード銀行、クーパーらの見解が注目されています。そしてオンレンチャン企画ですね。昨日の私の予想では、米市場の連休明けから調整が警戒されるかもしれないけども、このバブル相場の調整要素としては少し弱いと、もう一伸びするんじゃないかということで、昨日の 87,500 ドルよりも上という予想でした。で、結果としては各指標の影響もあり、米ドル、米金利高となって、米株各指数は調整となったんですけども、ビットコインが単独で強く上昇と。で、反転時間の本日11月13日 AM6 時時点のビットコインは 89,472 ドルということで 87,500 ドルよりも上なんで当たりです。危ねえ。とりあえず2連勝ですね。では明日の予想ですね。今日は結構いい位置ですね。米株の調整を後追いする可能性と ETF の流入が収まっていることが怖いですけども、今回も上ですかね。今まで米株との相関が強かったんですけども、米株につられて下がらない時点で、考えられる調整は後追いでの調整か、インパクトの強いことが起こって調整しかないのかなと思ったんで、指標がね無風以上だったり、米株が反発した時も上がる前提だと、やっぱり15日までは上の可能性の方が若干高いんじゃないのかなと思いました。なので11月14日 AM6 時時点のビットコインの価格は今の 87,200 ドルよりも上、これでいきたいと思います。チャートだけ見たら時間足では底あたりですけども、上値も右肩下がりになっている状態です。下は 85,000 ドル台で耐えられるかどうか、上は9万ドルの抵抗を超えられるかが焦点になると思います。本日の注目指標の米 CPI は22時半となってますね。その時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサ財団のジャスティン・ドレイク氏がコンセンサスレイヤーの新たな設計、ビームチェーンを提案したことが話題になっています。
イーサ 3.0 とも呼ばれてますね。内容としてはブロック生成時間を12秒から4秒に短縮すること、あとこれは何回か取り上げてました、バリデータのステーキング要件を32イーサから1イーサに変更することも入ってます。この提案が実現すれば L2 なしでメインネットのスケーリングを大幅に向上させる可能性があると、ダマージ以来最大のアップグレードになると言われてます。L2 を縮小させてメインネットに負荷を戻すっていう構想は前にビタリックが言ってたものですね。それがおそらく今回のこのビームチェーン提案に組み込まれてます。イーサのアップデート時には毎回価格も上昇する傾向となってますけども、このビームチェーン提案が承認されるのか注目ですね。イーサの価格は現在3175ドル、BTC だっては 0.0366 と、先物の方では OI は全体でマイナス 2.7%、額としては175億ドル相当、比率としては全体ではショートが 59.5%、バイナスミはロングが 70.4% と下寄りになっています。昨日と比べると BTC 建てはまた下がってますけども、今回のアップグレード提案もそうですけど、先日から明るい割れが出るようになりました。チャットだけ見たら BTC 建てでは 0.04 を抜けられるかどうか、ドル建てでは3400の抵抗を抜けられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとアルト関連ではユニチェーンの開発者用の RPC が漏洩して一般のユーザーがアクセスできるようになってしまったこと、ワールドがブラジルでの認証サービス提供を開始したこと、あとパフォーマンス面では XRP と同時の高騰が話題になってますね。でまずユニチェーンはまだメインネットが正式に公開されてないんですけども、 RPC が流出したことによって一般の人が触れるようになってしまったと。でその後ユニチェーンは RPC を無効にすると発表してるんですけども、すでにユニチェーンに資金を移動したユーザーからはですね、移動した資金はどうしたらいいんだとか、批判の声が出てるといった状況のようですね。イーサトップの DEX ユニがやったことなんで、批判の声も大きくなってるのかなと思います。あとワールドのブラジル展開に関しては、仮想通貨に有効的なブラジルでのサービス提供によって、ユーザー数の増加が期待されています。でこのユニとワールドは他のアルト同様に調整フェーズとなってるんですけども、XRP と同時は未だ続伸となっています。 XRP はオプションの方で 0.9 ドルのコールに集中していることが注目されてまして、同時に関しては選挙前から言われてたトランプ政権の政府効率化省の長官にイーロン・マスク氏が正式に任命されたことなどが話題になっています。XRP と同時は時価総額ランキングで競ってた銘柄ですけども、連日の高騰から今では同時が単独で6位となってますね。同時の価格は現在 0.37 ドル、BTC 建てはプラス 4.4%、トランプ大統領就任から1週間で3倍近くになってますね。あっという間に ATH が近くなってきましたけども、期待されている1ドル超えとなるのか注目ですね。あとその他資金調達関連ではアニモカブランズのモカバースが1000万ドル調達、分散型 AI ネットワークエイドン AI が350万ドル調達、仮想通貨カジノとスポーツベッティングのベッドホグがリリース、イーサ L2 のリスクがメインネットリリースエアドロを発表してます。これらの今後の展開にも注目ですね。今日このところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。